何回も同じバトルをやってれば飽きるので、その飽きの部分を、どうやって解消していくっていうのは常に考えてはいます。 5.1 複製された工場廃墟でボス2では、そこに新しい試みがされていて、3つのバトルフィールドに割り当てられて、どのフィールドに割り当てられるのかによってギミックの内容が違うようになってるんですね。なので、周回している中でも新しい発見があるっていう部分で、今回はそういう新しい試みを入れてみました。リードバトルコンテンツデザイナーの中川と申します。自分の仕事はファイナルファンタジー14における全てのバトルコンテンツの監修をすることです。もう少し具体的に説明すると、各バトルコンテンツの方向性を決めて、それを適切な担当者に渡します。で、担当者がバトルコンテンツを作るためにそのサポートを行い、そのバトルコンテンツのクオリティに対する責任を持つっていうのが自分の仕事になります。横澤と申します。リードバトルシステムデザイナーをやっています。バトルシステムデザイナーっていうのは、バトル用の計算式を作ったり、新しい遊びを作るときに、そのコンテンツだったりのシステムの設計というのも、担当しています。なので、普段皆さんが遊んでくださっているコンテンツという華やかな舞台の裏側を設計する人だと思っていただければ間違いないかなと思ってます。フェイスシステムっていうのは、今回作るときに担当の箇所を大きく3つに分けました。1つ目が成長とか突入っていうようなコンテンツの外の部分を担当する人。で、2つ目がコンテンツの中で基本の戦闘行動を行う AI の構築を行う担当。で、最後にコンテンツ内でギミック対応とかセリフ対応とか NPC の操作を司るこれらを処理する担当という3つに分けました。で、分けている理由として、大きく役割を最初に分担しておくことで、自身の担当の部分に集中してクオリティを上げるというところを目的にしてます。NPC たちが基本的にどう動くかっていう部分で FF12 のガンビットシステムをベースにした、14のガンビットシステムっていうのが、動いていて、それは例えばですけど、アルフィノのガンビットだったら味方の HP が 50% 以下になったらフィジクをするとか、例えば 30% 以下になったら生命活性法で回復するとか、そういったシンプルな判定を行うものを積み重ねたものをガンビットで動かしているということですね。ボス戦における複雑なギミック処理、4人でどういうふうに動けばいいのかっていうのを考えて、連携して動かないといけないような複雑な処理に関してはガンビットではなく、もっと複雑な上位 AI がそれを担当しているという形です。ギミックとして73のダンジョンのローヌメグの最後のボスで出てくる一本橋のところとかは、一番大きくキャラクターの個性というのが出せるところだったので、もうあそこではキャラクターの個性がすごく分かるように、極端に分かりやすいギミックを作るってことを意識してやってました。キャラクターの性格が強く出るような AI を実装するのにとても苦労しました。例えばアリゼが、バルケアルとかバルケアルガを使うんですが、性格的には彼女は攻撃を優先するだろうっていうのがあって、ただヒーラーが大変そうな時はきっと回復してくれるみたいな細かい状況判断を AI で表現するのが本当に苦労しました。逆にウリエンジェとかヤシトラがどういうふうな行動を取った時に、彼らの個性が出ているのかっていうのをどうやってその特徴を出すかっていうのに、すごい苦労しました。なのでこっちは作るところに苦労したというよりは、その特徴をつけるためにどうすればいいかっていう部分にすごい悩んだところですね。で、今回フェイスシステムのテーマを没入感として作成をしてます。例えば各場面でそれぞれのキャラクターが何を感じるのかで、どう考えてその結果どういう行動をするのか
そのキャラクターの人間性というものをいかに表現するかっていうところでいろんな想像を膨らませて、作ってます。ですので、そういったところ、皆さんにそのキャラクターの人間性っていうところが少しでも伝わっているとすごく嬉しいなと思います。新たなジョブを追加する際の流れとして、まずはそのジョブの固有のメカニズムっていうものとジョブの個性っていうのを最初に決めます。例えばガンブレーカーの個性としてソイルと呼ばれる弾薬を使った爆発を伴う斬撃アクションというものがまずコンセプトとしてあります。なのでこれを崩さないようにメカニズムとしてはすごく斬撃アクションというのが攻撃が強そうに見えるというものなので DPS ジョブを操作しているかのように感じられるというところを大きなコンセプトとして大事にしてます。で他に踊り子であれば踊り手支援というところが一番分かりやすい個性として存在するので、それを表現するためにステップアクションというものをまず根元の根本的な概念にしようというところから企画を始めていってます。なのでそういったようにまずはみんなが持っているイメージというところを先行して一番大事にしながらそのジョブで遊んでいると感じられるような体験を重視して企画を始めていくという流れになってます。漆黒のヴィランズなど拡張パックにおけるバトルコンテンツでは新規にゲームを始めるお客様にとっつきやすいものにするというところを強く意識して作成しております。特に印象に残っているのは極イノセンス透滅戦です。イノセンスがすごかったというか成功した部分って今までのその極コンテンツっていうのは、基本的にはみんなでやるギミックを組み合わせて高い難易度のバトルコンテンツを作ってきたんですが、イノセンスに関しては、そういったギミックの取り決めがなくても成り立つようなそれなりに難易度の高いコンテンツを作るっていうゴールを最初に担当者が定めてそれをちゃんと実現したというところを自分は評価しています。なので 5.0 では極ティターニア透滅戦と極イノセンス透滅戦っていうのが、その難易度的には同じレベルのものに当たるんですが、ティターニアの方はこのギミック主体のバトルになっていて、イノセンスの方はそういう取り決めなしの個人で解くメカニクスで構成されているものっていう意味で、その差別化がしっかりできたっていう意味でイノセンスを評価しているという話ですね。イノセンス以外にももちろんたくさん自分がいい完成度が高いと思っているコンテンツっていうのたくさんあって、それを話し出すとすごい時間かかるんですけど、一つ挙げるとしたらシナリオのクエストバトルで論化遺跡を探索するっていうものがあったと思います。大岩に追いかけられたりとか、探索クエストバトルに関しては、今までと違ったものを作ることができたっていう意味で、すごい完成度が高かったかなと思います。まず絶コンテンツを担当するバトルコンテンツデザイナーっていうのは、本当に限られた経験豊富で才能のあるデザイナーにお願いするようにしてます。ですので、その担当者が決まると、あとは基本的に、その人に任せるっていうのが、絶コンテンツの作り方ではあるんですけど、その担当者がどうやってその複雑なメカニクスを思いつくのかっていうのは担当者によって異なるんですよね、ギミックの作り方。ただ一つ言えるのは、絶コンテンツっていうのはゼロから作るものじゃなくて、過去に実装されてリリースされた高難易度コンテンツを元に、そのキャラクターリソースとかモーションリソースとかを流用しながら作るっていうことになってますので、必然的にその流用元のギミックやメカニクスをどうやって絶レベルのものまで引き上げるかっていうところから考え始めるということになります。先にやりたいことがあってそれをボスに落とし込む人もいれば、ボスの設定から、ギミックを考える人もいるっていう感じですね。自分は後者で絶アルテマの時とかもそうだったんですけども、あくまでアルテムウェポンっていうものが
絶になって、それの背景にはいろんなストーリー性があって、でこういった展開がまずある。そういったお話の展開があるから、こういうギミックがあって、こういうフェーズがあって、どんどん話が進んでいく。コンテンツの中で話を感じられるようにしていくっていうところを重視して自分は作っていってます。バトルシステムデザインのセクションは、ジョブの実装とか、フェイスシステムとか、そういった仕事内容が想像しやすいものっていうのは、どっちかっていうとごく一部で、チート対応とか、負荷対策とか、プレイヤーの皆さんが普段ゲームをしているときに、意識をされないことで正しく動いているというものがたくさんあります。なので、皆さんが何も気にせず、FF14 をただ楽しんでいるというところを目指して、今後も頑張っていきたいと思っています。引き続きファイナルファンタジー14をよろしくお願いいたします。14のバトルコンテンツはプレイヤーの皆さんに常に驚きと感動を与え続けるということを強く意識して開発しています。驚きと感動がたくさん詰まったコンテンツを用意しておりますので、ぜひプレイを続けていただければと思います。これからもよろしくお願いします。